2001年3月、ケニア上空16,000フィート、軽飛行機のパイロットが突如意識を失い倒れました。この絶体絶命の瞬間、操縦桿を握り家族を救った英雄を、皆さんは単なる、おどけたコメディ俳優だと思っているはず。ですが、それはまだ半分しか正解ではありません。今日は、オックスフォードの工学修士がいかにして、世界的なコメディアイコンになったのか、その緻密な天才性の真実に迫ります。先ほどお話しした2001年のケニア上空に、もう一度戻ってみましょう。ビーチリゾートからナイロビへと向かうセスナ機には、ある一家が乗っていました。ところが、飛行中、パイロットが突然気を失い、制御を失った機体は激しく揺れながら、猛スピードで墜落し始めたのです。ここからが本当の見どころです。パニックで叫び出してもおかしくない状況の中、この男性は未経験のまま操縦席へと冷静に足を踏み入れます。そして震える手で操縦桿を握りしめ、数分間にわたって機体を水平に保ち続けたのです。幸いにも意識を取り戻したパイロットが無事に機体を着陸させました。冷静な判断で家族の命を救った彼は、まさに本物のヒーローとなったのです。しかし驚くべきことに、この英雄の正体は、あの七面鳥をかぶって踊っていた、究極のおバカ、ローワン・アトキンソンだったのです。世界中を笑いの渦に巻き込んだあのキャラクターは、一体どのようにして誕生したのでしょうか。舞台は1970年代、イギリスのオックスフォード大学、エリートが集うクイーンズカレッジに、ある物静かな大学院生がいました。電気工学の修士号を目指していた、ローワン・アトキンソンです。彼は、機械を正確に制御するための数式やアルゴリズムを研究する、典型的な理系の秀才でした。しかし、そんな彼には、人知れず抱える大きな悩みがありました。幼い頃から彼を苦しめてきた深刻な喫音です。特定の発音でひどく言葉に詰まってしまう彼は人付き合いを避け、ガレージで機械をいじる毎日を選びました。そんなある日、彼は偶然オックスフォードの演劇の舞台に立つことになります。そこで彼の人生を劇的に変える魔法のような事実に気づくのです。自分ではない、誰かを演じている間、あれほどひどかった喫音が、嘘のように消えてしまうことに気づいたのです。人目を避けていた一人の工学部生が、舞台の上で、自らの弱点を最大の武器へと変えた瞬間でした。ですが、意外と知られていない事実があります。ローワン・アトキンソンは、現実では、平凡を嫌う圧倒的なスピード狂なんです。劇中では、オンボロの小型車をコミカルに操っていますが、実は、大型トラックの免許まで所持するハイパーカーのコレクターなんですよ。1997年、彼は、イギリスの名車マクラーレン F1 を約1億円で購入しました。しかし、その後、2度も大きな事故を起こしてしまいます。特に2011年の事故では車体が大破、イギリスの保険史上最高額となる約1億5000万円もの修理費を記録しました。ですが、経済的な視点で見れば、本当の伝説はここからです。18年間も乗り回し、2度も事故を起こして修理したこの車を、彼は2015年にオークションに出品しました。結果はどうだったのでしょうか。なんと13億円という破格の値段で落札され、オークションの伝説となりました。単なる中古車ではなく、世界的なコメディアンの愛車だったというプレミアムがつき、凄まじい投資の成功例となったのです。すべてを覆す展開は、ここからです。彼のスラップスティックを単なるドタバタ芸だと思いがちですが、実は、バカを演じることこそ、最も賢い人にしかできない高度な知的作業なのです。ローワン・アトキンソンは一切のセリフを使わず、
表情と動きだけで、世界的なコメディの象徴となりました。眉を動かすタイミングや歩幅、機械の故障に慌てる視線の一つ一つまで、そのすべてが緻密に計算された演技だったのです。専門家は、オックスフォード出身のエンジニアである彼が制御工学を熟知していたからこそ、最高に面白い壊れ方を正確に計算できたのだと分析しています。言葉の壁を越え、世界中の誰もが笑えるよう、0.1 秒のタイミングまで、数式のように徹底して管理したのです。結局、完璧なバカというキャラクターは、工学者の頭脳が生み出した最も精巧な発明品だったと言えるでしょう。もちろん、疑問に思う方もいるはずです。派手に転んだり変な顔をしたりするだけなら、誰でもできるのではないかと。確かに、一度きりのギャグで、誰かを笑わせるだけなら、誰にでも真似できるでしょう。ですが、何十年もの間、世界中のあらゆる人々を、テレビの前に釘付けにし、同じ瞬間に爆笑させるというのは、全く次元の違う話です。彼の演技は、単なる偶然ではありません。徹底した観察と、失敗の果てに完成された、数学的なメカニズムだったのです。喫音のために、沈黙を余儀なくされた少年が、むしろその沈黙を武器に、世界で最も雄弁なコメディを生み出したのです。言葉のないサイレントコメディは、時代や流行が変わっても、決して色褪せることはありません。彼が生み出した緻密なキャラクターたちは、数十年経った今でも、様々な映像作品として、世界中の若い世代に親しまれています。限界に直面しても逃げず、全く新しい視点で世界を捉えた彼の姿勢は、言葉や世代を超えて、多くのクリエイターに刺激を与え続けるはずです。オックスフォードで電気工学の修士号を収め、数億円のハイパーカーを乗りこなし、墜落の危機に瀕した飛行機を自ら操縦して、家族を救った男。彼は弱点だった小音を最大の武器に変え、世界で最も完璧な、愛すべき愚か者を演じ切りました。彼が笑いを生むために注いだ、緻密で工学的なまでの情熱には、改めて驚かされます。知らなくても困らないけれど、知っておくと、少し役立つ知識。キュリがお届けしました。